はい、皆さんこんにちは。今回はね、シミュレーションのシャターエフェクトを使って、このようなね、ダイナミックなテキストのひび割れを作りたいと思います。シャターをね、使うポイントは、各破片のね、部分ごとにシャターを作る。カスタムシャターマップをね、部分ごとに作成する。テクスチャーを部分ごとに貼るの3つのね、ポイントが重要ではないでしょうか。テクスチャーはね、神がかっているビデオコパイロットさんの CC グラスを使っての作り方を参考にしてやっていきます。これはね、ほんと素晴らしい技術ですね。参考にしたチュートリアルやウェブサイト、フォントなどのリンクは説明欄に貼っておきます。それでは早速やっていきます。はい、やっていきます。まずはメインコンポジション。名前はメインコンプ。1920のね、1080、30フレームパーセコンド10秒で作ります。テキストを書いて中央にね、配置して、後でね、テキストを差し替えられるようにプリコンポーズ。名前はテキストエディット。すべての属性を新規コンポジションに移動にチェックを入れて OK を押します。これをコマンド D で複製して、複製した方にね、シャターをかけたいので、名前をシャターセンターにして、オリジナルのテキストエディットを非表示にします。シャターセンターにエフェクト、シミュレーション、シャターをかけます。シャターの使用方法はね、公式のヘルプを一読していただければ、それほどね、難しくはないので理解できると思います。今回はね、使うパラメータだけ解説したいと思います。デフォルトでレンガがね、爆発するようなイメージがワイヤーフレームとフォースでね、表示されます。表示をレンダリングにすると元素材のテキストがね、レンガ状にぶっ壊れます。表示をワイヤーフレームプラスフォースにして割れる形状とね、爆発の力を表示します。青い丸がね、爆発する力です。3D 上でね、テキストに角度をつけて確認したいので、新規カメラをね、作成し、右クリックでカメラ起動ヌルを作成。カメラ1の起動ヌルを作成します。カメラは分かりやすいように色をオレンジにでも変えましょう。シャターセンター、シャターのカメラシステムをコンポジションカメラにして、カメラの起動ヌルのトランスフォーム、回転 X を50度にします。これでね、シャターをね、コンポジションカメラでね、確認できます。今回はね、シェイプパターンを自作するので、パターンのね、マップを作成します。テキストエディットをコマンド D で複製してプリコンポーズ。名前をマップフロントクラックスにして、すべての属性を新規コンポジションに移動にチェックを入れてプリコンポーズします。ダブルクリックでマップフロントクラックスに入って新規平面を作成します。名前をパターン。エフェクト、ノイズ&グレイン、フラクタルノイズをかけます。エフェクト、カラー補正、コロラマをかけて、出力サイクルのパレットの保管のチェックを外して、色の境目のグラデーションをなくします。グラデーションをなくすのはね、シャターのマップはね、色の境目で判断するので、グラデーションをなくしてね、はっきりした境目で分割するためです。エフェクト、描画、セルパターン。セルパターンを結晶化、高品質にして、シャープネスをね、最大の1万にして、色の境目をはっきりします。フラクタルノイズのね、コントラストを200に上げて、色をカラフルにします。
パラメータの値はね、お好みでいいんですが、僕が作ってみてね、良かった配合の値でやっていきます。メインコンポに戻って、シャターのシェイプ、パターンをカスタムにして、カスタム粉砕マップにマップフロントクラックスを選択します。このようにね、カスタムマップで分割できます。マップフロントクラックスに戻って、もっとね、亀裂っぽくなるように加工します。パターンにエフェクト、ディストーション、タービュレントディスプレイスをかけます。サイズを50。もう一度ね、タービュレントディスプレイスをかけて、サイズを5。複雑度をね、3にします。メインコンポジションに戻ってみると、形はね、亀裂っぽくなったのですが、最初にね、細かいゴミというかね、カスみたいなものがね、たくさん吹き飛びます。これはマップフロントクラックスを表示して拡大して見てみると、色の境目にね、アンチエイリアスがかかっているので、このグラデーション部分を違う色のね、境目と認識してしまうため、この部分もね、分割してしまって、細かいカスがいっぱい出てきます。これを軽減するために、メインコンポジションに戻って、マップフロントクラックスの品質とサンプリングをドラフトにします。ドットの線のね、状態ですね。アンチエイリアスをね、なくすことによってね、これでね、細かいカスがだいぶなくなります。ただね、デフォルトのバイリニア状態のもの、いわゆるね、アンチエイリアスがかかってて綺麗な状態のものと、アンチエイリアスのないね、ドラフトのものを一緒に書き出すには、レンダリングのね、やり方があるので、最後にね、レンダリングの設定を説明します。テキストの水平方向、中央部分にね、シャターを適用したいので、マップをいじります。マップフロントクラックスに入って、一度ね、パターンを非表示にします。シェイプでテキストの中央にギザギザなね、線を引きます。塗りはいらないので非表示。線はね、わかりやすいように赤にしましょうか。線幅を80にします。エフェクト、ディストーション、タービュレントディスプレイス。サイズを75。エフェクト、スタイライズ、ラフエッジをかけて、線を15。エッジのシャープネスをマックスの10にして、境目のね、ボケを軽減して、スケールを50。複雑度を1にして、シェイプのね、品質とサンプリングをドラフトにします。パターンを表示して、パターンのトラックマットでシェイプレイヤーを選択します。セルパターンのサイズを30にして、分割面を小さくします。パターンのね、下の透明部分を保持にチェックを入れて、下のテキスト部分にね、合成します。下の透明部分を保持にチェックを入れてると、このレイヤーのね、下のすべてのレイヤーのアルファではないね、部分に合成されます。メインコンポジションにね、戻って見てみると、ギザギザ線でね、書いた部分だけが細かくね、分割されます。テキストは分割後も弾けないでね、その場所に残したいので、シャターのシェイプ、白タイル、固定にチェックを入れます。するとね、マップの白い部分はね、爆発した後も元の位置にね、固定されます。表示をレンダリングにして、テキストを見てみると、側面のね、部分のポリゴンがないように見えます。テクスチャーを開いて、側面モードをね、カラーにして、とりあえずね、デフォルトのカラー、白で埋めます。シャターをね、左から右に流れるようにかけたいので、表示をワイヤーフレームプラスフォースにして、フォース1のね、半径を 0.15 にして、テキストをね、覆うくらいの力にします。1にキーフレームアニメーションを打ちます。2秒のところでね、
シャターがかからないように左端に移動してキーフレーム。4秒で破片がね、すべてね、吹き飛ぶように右端まで移動します。表示をレンダリングに戻して吹き飛ぶ強さを調整します。フォース1の強度を3、物理的性質の重力を 0.25、回転速度を1、ランダム度を1にして破片をね、不規則に飛ばします。粘性を 0.4 にして空気抵抗みたいなものを増やして破片がね、ストップモーションになるような感じにします。変動量を0にします。変動量はね、破片の質量コントロールで値を上げると小さいものをね、より遠くに飛ばすようになります。破片の大きさによってね、重さを計算させるパラメーターで、デフォルトのね、30がちょうどいい値とされています。今回はね、マップから生じるカスを軽減させたいので0にして、カスもね、同じ質量にして飛び散らないようにします。ライトを設定します。シャターの照明、ライトの種類を最初のコンポジションライトにして、ポイントライトを追加します。ポイントライトの位置を調整します。1040、0、-200。強度も調整しましょう。200。ちなみにね、なぜ最初のかというと、試しにね、平行ライトも追加します。ポイントライトのね、効果がなくなって、平行ライトのみの効果になりました。ポイントライトをね、平行ライトの上に持っていくと、ポイントライトになりました。ということで、レイヤーの一番上のライトの効果のみアクティブになるということで、ライトはね、1個しか使えません。複数のライトをね、設定できると嬉しいんですがね、こういう仕様なのでね、しょうがないですね。平行ライトを消します。レンダリングをすべてからレイヤーにすると、破片でね、飛び散らなかった固定された部分のみになります。再生するとね、かけらの部分が削れていくような感じになります。かけらにして飛び散った破片のみにします。かけらはね、飛び散る瞬間から表示されます。シェイプの押し出す深さを 0.1 にして破片の厚さをね、薄くします。次にね、この破片の周りにあまり飛び散らないね、大きな破片を作ります。シャターセンターをコマンド D で複製して下に持ってきてね、名前をシャターニアーサイドにします。素材のマップフロントクラックスをコマンド D で複製して名前をマップニアーサイドにします。マップニアーサイドをね、タイムラインにぶち込んで非表示。品質とサンプリングをドラフトにしてアンチエイリアスをね、なくしてね、ダブルクリックで中に入ります。シェイプレイヤーをコマンド D で複製して名前をマットにします。テキストエディットのトラックマットでマットを選択。反転にチェックを入れます。シェイプの線の太さをね、より大きく160にします。パターンのね、セルパターンのサイズもより大きく60にします。中心の亀裂の近くのね、カスタムマップができました。メインコンポジションに戻って、シャターニアーサイドのシャター、シェイプのカスタム粉砕マップにマップニアーサイドを選択します。確認のためにね、一度レンダリングはすべてにします。この破片はあまり吹き飛ばしたくないので値を調整します。物理的性質重力0、粘性 0.7、フォース1のね、強度 0.5、
レンダリングをかけらにして破片のみにします。次にね、もう一つ外側にね、ひび割れぐらいのね、亀裂を作ります。シャターニアーサイドをコマンド D で複製して、下に持ってきてね、名前をシャターファーサイド。素材のマップニアーサイドをコマンド D で複製して、名前をマップファーサイドにして、タイムラインにね、打ち込んで非表示にします。品質とサンプリングをドラフトにして、アンチエイリアスをね、なくして、ダブルクリックして中に入ります。マットの線幅をもっと大きく160にします。シェイプレイヤーね、線幅もより大きく240にします。パターンのセルパターンのサイズもより大きく120にします。メインコンポジションに戻って、シャターファーサイドのシャター、シェイプ、カスタム粉砕マップをマップファーサイドにして、ソロ表示にしてね、わかりやすいようにレンダリングをすべてにします。シャターの調整をします。物理的性質、粘性を 0.9。フォース1の強度をね、0.08。レンダリングをかけらにしてソロ表示を解きます。これでね、手前側のね、破片の出来上がりです。今度はね、後ろ側の破片を作ります。シャターファーサイドをコマンド D で複製して、下に持ってきて、名前をシャターインナーにします。素材のね、マップファーサイドをコマンド D で複製して、名前をマップインナーにします。タイムラインにぶち込んで非表示にして、品質とサンプリングをドラフトにしてアンチエイリアスをなくします。ダブルクリックでマップインナーの中に入り、マットをね、削除します。パターンのセルパターンのサイズを60にします。メインコンポジションにね、戻ってシャターインナーのシャターを調整します。わかりやすいようにソロ表示にして、シェイプ、カスタム粉砕マップにマップインナーを選択。レンダリングをね、すべてにします。表示をワイヤーフレームプラスフォースにして、後ろ側にね、破片を飛ばしたいので、フォース1の深度をマイナス 0.1 にして、フォース1をね、手前に移動します。フォース1の強度を 0.5。物理的性質、粘性を 0.75。表示をレンダリングに戻して確認します。後ろ側にね、飛び出ていますね。ソロ表示を解除して、レンダリングをかけらにして破片のみにします。モデリングの最後にね、テキストのね、粉砕しない固定部分を作ります。シャター、インナーをコマンド D で複製して、名前をシャターフィックスにします。シャターのレンダリングをレイヤーにして、シェイプのね、押し出す深さを 0.2 にして厚みを作ります。これでね、テキストに亀裂が入るモデリングの完成です。シャター部分はね、わかりやすいようにね、色を変えましょう。シャターはね、テクスチャーが貼れるので、テクスチャーを作ります。リアルなね、テクスチャーを作るには、ビデオコパイロットさんのね、チュートリアルが神業ですので、こちらをね、参考にして作っていきます。まずは正面のテクスチャー。テキストエディットをコマンド D で複製して、プリコンポーズ。名前をテクスチャーフロントにして、すべての属性を新規コンポジションに移動にチェックを入れて OK を押します。ダブルクリックで中に入ってテキストエディットをコマンド D で複製してプリコンポーズ。名前をベベルテキストにします。すべて非表示にしてね、ベベルテキストにダブルクリックで入ります。
テキストエディットにレイヤースタイル、交際、内側、描画モードを通常にして、不透明度を100、カラーを黒、テクニックをね、詳細、サイズを6にします。カラーの種類をグラデーションにして、グラデーションを編集でグラデーションを編集します。左から黒、白、グレー、このようなね、感じにします。テクスチャーフロントに戻ってね、新規平面を作ります。色はブライトネス 50% のグレーにします。名前をグラス。エフェクトスタイライズ CC グラスをかけて、サーフェスのバンプマップにベベルテキストを選択。ソフトネス0。ディスプレイスメント0。いらない部分をね、カットしたいので、エフェクト、チャンネル、マット設定をかけて、レイヤーからマットを取り込むにテキストエディットを選択します。CC グラスのライトを AE ライトにして、ポイントライトを複数設置して光沢を出します。ライトに色をつけてみるのもいいでしょう。平行ライトをね、追加して位置や強度を調整してテキストがね、はっきり見えるようにします。さらにね、質感を出すためにベベルテキストを調整します。テクスチャーフロントに鍵をかけてテキストベベルをダブルクリック。これにもね、鍵をかけて右側に持ってきて2画面にします。テキストベベルに新規平面を追加。名前をノイズ。エフェクト、ノイズ&グレイン、フラクタルノイズをかけて描画モードを上山にします。岩っぽいね、質感になりました。フラクタルノイズのトランスフォーム、スケールを50。コントラストや明るさで質感を調整します。コントラスト150、明るさマイナス30。トランスフォームのね、不透明度でも調整してみて、お好みの質感にします。不透明度を75。メインコンポジションに戻ってね、それぞれのね、シャターにね、テクスチャーを貼ります。シャターセンターのシャター、テクスチャーの全面レイヤーにテクスチャーフロントを選択。同様に、シャターニアサイドもテクスチャーの全面レイヤーにテクスチャーフロントを選択。同様に、シャターファーサイドもテクスチャーの全面レイヤーにテクスチャーフロントを選択。同様に、シャターフィックスもテクスチャの全面レイヤーにテクスチャーフロントを選択。これでね、全面のテクスチャーが貼れました。次にね、側面と裏側のね、テクスチャーを作ります。素材のテクスチャーフロントをコマンド D で複製して、名前をテクスチャーサイドにします。タイムラインにね、打ち込んで非表示にします。テクスチャーサイドをダブルクリックして中に入って、平面のね、マット設定、エフェクトをデリートします。素材のベベルテキストをコマンド D で複製して、名前をベベルサーフェスにして、オルトをね、押しながらドラッグ&ドロップでベベルテキストと置き換えます。ベベルサーフェスにダブルクリックで入って、テキストエディットをデリートします。テクスチャーサイドにね、戻ると、岩のね、質感のみになりますね。
メインコンポジションに戻って、すべてのシャターの破片のテクスチャー、側面モードをレイヤーにして、側面レイヤーをテクスチャーサイドにします。3DCG のね、UV マップのようにね、側面にはね、綺麗に貼れないのは、致し方ね、ないんでしょうかね。それは置いておいて、シャターフィックスのシャター、背面レイヤーをテクスチャーサイド、シャター、インナーのシャター、背面レイヤーをテクスチャーサイドにします。これでね、裏側も岩肌になります。裏側にまでね、前面のね、破片が食い込んできてね、綺麗ではないんですが、今回はね、前面をメインにね、アニメーションを作るので、気にしないことにします。砕けたね、内部のテクスチャーも作ります。素材のテクスチャーサイドをコマンド D で複製して、名前をテクスチャーインナー、タイムラインにぶち込んで非表示にして、ダブルクリックでね、中に入ります。素材のベベルサーフェスをコマンド D で複製して、名前をベベルインナーにして、オルトを押しながらね、ドラッグ&ドロップでベベルサーフェスと置き換えます。コンポジションにね、鍵をかけて、ベベルインナーをダブルクリック。鍵をかけて右側に持ってきて2画面にします。フラクタルノイズのね、フラクタルの種類をダイナミック。反転にチェックを入れます。コントラストや明るさで調整しましょう。コントラスト200。明るさ0。フラクタルノイズのね、大きさも調整します。トランスフォームスケールを25。テクスチャーインナーに戻って、平行ライトのね、強度を下げてちょっと暗くします。100%。ポイントライト1の色を赤にして位置を調整し、強度をね、少し上げましょうか。ポイントライト2の色を白くして位置を調整します。新規塗るオブジェクトを作って 3D レイヤーにして、ポイントライトをね、すべてペアレントします。塗るの Z 回転にエクスプレッションでアニメーションを加えます。タイム ×100。このようにね、赤のライトのね、反射が動くようなね、テクスチャーになりました。メインコンポジションに戻って、シャターセンターのシャター。テクスチャーの背面レイヤーにテクスチャーインナーを選択します。シャターニアーサイドのシャター。テクスチャの背面レイヤーにテクスチャーインナーを選択します。シャターファーサイドのシャター。テクスチャーの背面レイヤーにテクスチャーインナーを選択します。シャターインナーのシャター。今度はね、テクスチャーの前面レイヤーにテクスチャーインナーを選択します。亀裂が入るときにね、ビカッて光るね、線香のようなものが走るイメージを作ります。メインコンポジションに鍵をかけて、テクスチャーインナーをダブルクリック。これにもね、鍵をかけて、右側に持ってきて2画面にします。素材のマップフロントクラックスの中に入って、シェイプレイヤーをね、コマンド C でコピーして、テクスチャーインナーの一番上にコマンド V でペーストします。シェイプを表示して、パスのトリミングを加えます。メインコンポジションのね、亀裂が入るタイミングに合わせて、パスのトリミングのね、終了点をキーフレームアニメーションで調整します。
開始点もね、キーフレームアニメーションで調整します。線の先端を丸型にします。描画モードを加算にして、エフェクト、スタイライズ、グローをかけます。グロー式位置を下げて、グロー半径を小さくして、まずはね、ハイライト部分のね、光を作ります。グローコマンド D で複製して、光のね、広がり部分を作ります。グロー半径を大きくして、グロー式位置、強度を調整します。シェイプレイヤーのね、透明度を30くらいにします。シェイプレイヤーをコマンド D で複製して、線の色をね、黄色っぽくします。パスのトリミングのね、開始点の位置をね、ずらしてね、短い線にします。メインコンポジションに戻ります。これのね、赤みのかかった部分にのみグローをかけたいと思います。新規調整レイヤーを作って名前をグロー。エフェクト、チャンネルシフトをかけてね、アルファをサイドにして、サイドのね、高い部分を残します。エフェクト、チャンネル、単色合成で黒の平面とね、合成します。これにグローでハイライト部分と光の広がりを作ります。描画モードをスクリーンにします。再度ね、グローを調整してね、いい具合に仕上げましょう。エフェクト、カラー補正、色相、サイド。チャンネル制御をね、赤にしてね、赤みを調整します。赤のサイドをマイナス20。赤の明度を5。これはね、お好みでね、調整してみてください。これでね、シャターによるテキストのひび割れの完成です。カメラの起動ヌルにエクスプレッションでね、ウィグルをかけて、粉砕する時のね、躍動感をつけます。起動ヌルにエフェクト、エクスプレッション制御、スライダー制御をかけます。名前をフレック、コマンド D で複製して、名前をアンプ。位置にエクスプレッションを書きます。フレックという変数にフレックのスライダーの値、アンプという変数にアンプのスライダーの値を取得します。ウィグル、フレック、アンプと書いてね、これでね、スライダー制御でウィグルをコントロールできます。1秒20フレームでフレック、アンプともに0。2秒でフレック30、アンプ8にして揺らぎをつけて、3秒でフレック30、アンプ20にして揺らぎを大きくします。4秒10フレームでともに0にして揺らぎを収めます。これもね、好きな値でやってみてください。新規平面にグラデーションをかけて背景をね、作ったり、調整レイヤーにトーンカーブをかけてカラコレしたりして完成になります。カメラにね、好きなようにアニメーションを加えましょう。
あまりズームアップするとね、アンチエイリアスをね、切ったけどね、余ってしまったね、クズみたいなものがね、目立ってしまうので、ちょっとね、改善点がありそうですが、まあこんなところでしょう。モーションブラーをね、かけたかったら、かなり処理が重くなりますが、新規調整レイヤーを作って、エフェクト、時間、CC、フォースモーションブラーをかけてあげてもいいでしょう。スモークのね、素材があれば、足してみて、リアル感をね、出してみてもいいんじゃないでしょうか。テキストエディットを書き換えれば、文字がね、簡単に変えられます。イーグルフォントなどをね、使ってね、イーグルのエンブレムがね、粉砕するような感じにもできます。最後にね、レンダリングの設定です。綺麗なね、状態のものとドラフトの状態のものが混ざっている場合、最高品質でね、書き出してしまうと、すべてね、綺麗なね、アンチエイリアスのね、かかった状態で書き出されてしまいます。せっかくね、マップをドラフトにして、破片のね、クズを取り除いたので、今回はね、綺麗な状態のものとドラフトの状態のものを混ぜてレンダリング処理したいです。その場合は、コンポジション、レンダー Q に追加。レンダリング設定で画質を最高から現在の設定にします。解像度をフル画質にして書き出します。そうすることでね、ドラフト状態のものをドラフトのまま書き出すことができます。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。